はい、おはようございます。高橋蘭です。今日はですね、皆さん正直100の質問とか聞きたいですか？質問に答えてほしいっていうのが多かって、ちょっとそれはできないかなと思います。今日の企画は、高橋蘭100の質問に答えてみたゲッツ。はい、100の質問に今日は答えていきたいと思います。今日はオフなんですが、先ほど起きたばっかりです。今、こちらの時計1時6分になっております。先ほど11時に起きました。いや、そうですね。なんでこんな寝たのかっていうと、二度寝したんですよね。でですね、100の質問を答えていきます。めちゃめちゃ100の質問皆さん書いていただいて、もうなんか1人の方が10個ぐらい書いてる人もいて、ちょっと途中答えられないかもしれない質問があると思うんですけど、その辺は許してください。画面録画するのにひたすらスクロールして20分ぐらいかけてやってるんで。じゃあ一発目の質問。なんかいろんな答えていくかなと思って。そろそろ僕に会いたいですか？はい。会いたいです。ジブリで好きな作品は何ですか？僕は紅と千尋の崖の上のトトロ。すっごいですね、これ。もう混ぜ。紅の豚と千と千尋の神隠しと崖の上のポニョとトトロが混ざってるっていう、すごい作品なんですね、これジブリ。僕はジブリで一番好きなのは、魔女の宅急便も結構好きやな。魔女の宅急便、トトロも好き。あと、風の谷のナウシカ。風の谷のナウシカに出てくるちっちゃい動物が、フェニックなんですよね、モデルが。知ってる方多いと思いますけど、僕の大好きなフェニックが出てるんで好きっていうのはあります。好きな筋肉の部位はどこですか？二頭筋。質問ないです。はい。今自炊をしていると思います。得意な料理は何ですか？いつも家族で応援しています。ありがとうございます。大学の時はね、先輩に教えてもらってカルボナーラをね、作ってました。得意かどうかわかんないですけど、カルボナーラは作ります。イタリアに来たら結構ご飯はシンプルになって、本当に肉焼いて、食べて、ご飯炊けるんでご飯炊いて、みたいな。あとはサラダ。それだけは欠かせないって感じです。もし野球部に入っていたら、ポジションはどこがやりたかったですか？もちろんピッチャーでしょう。ピッチャーかやっぱキャッチャーやりたいんじゃないですかね。でも、なんか自分の中でやっぱセカンドとかなんかショートってなんか何でもこなせるイメージあるんですよね。でもやっぱり一番はピッチャーじゃないですかね。ラン君の好きなフルーツは何ですか？好きなフルーツはですね、桃です。桃が大好きです。ボールの種類で何が一番好きですか？ずっとやっぱり小学校、中学校とか高校の時はモルテンが好きだった。やっぱりなんかフィット感とかレシーブ、キャッチにしてもやりやすかったし、でも今なんかミカサのボールの質が変わったから、そのミカサのボール結構自分でやりやすいなって思ってます。好きな人ができたらアタックしますか？そらするでしょ、男が。アタックしますよ。高橋さんはハーフなんですか？いや、違います。お母さんがハーフで、自分はクォーターですね。そのハーフのまたハーフか4分の1かなんかわからんけど、なんかそんなんですね。試合前緊張した場合何してますか？オリンピックとかでも試合前緊張した時になんか自分に言い聞かしたかな、頭の中で。なんか俺はやっぱもうできるって思うしかないから、そんなもう試合始まったらその後はもう誰にも分からへんことやから、もう自分ができるって思い込まして自信持たして臨む。でね、自分試合前に特に中学校からかなって高校もちょっとあったかな、やっぱ試合前に緊張しすぎてなんかこの辺が詰まってる感じがあるんですよね。だからうえってこうなんかカラやのに吐く感じ、わかる？なんかうえってなる感じのことが中学高校とずっとあって、結構それ自分の中できつかってストレスではあって、試合前に絶対そうなんで、多分緊張感からあったんやと思うけど、なんか今そういうことに直面してる人たちがいたら、自分も何が原因で戻ったかとか治ったかとか分かんないけど、自信であったり自分の気持ちってところを強く持つことが大事。あとやっぱ気楽にやる、この試合大事やからとかそんな思わずに、やっぱもう気楽に楽しんでやるぐらいでやった方がいいのかなって。いろいろね、やっぱ成長期でもあるからいろんなことに直面すると思うんで、本当に気楽にバレーを楽しんでほしいっていうのがありますね。サーブをうまく打つコツ、イメージじゃないですか、やっぱり。こういうサーブ打ちたいっていうイメージを描きながら、こうやったらこうかなってやっぱ練習していくことも大事だと思うし、あとはやっぱちょっとした試合中での勢いとかもあったりして、勢いでこれやってみようって言って成功したらそれは自信になるし、失敗したらまだもっと練習しないといけないなっていうのがあるから、どんどんトライしていくことが大事なのかなって思いますね。トライしないとね、ミスも気づけないから。なんでそんなにかっこいいの？ネットで検索してもらえるわ、それは。食生活で気をつけることはやっぱり確実にサラダを取る。兄弟の好きなとこは、妹もいるんやけど
でルイがいて妹がいるんやけど、順番の中でちっちゃい頃はねよくじゃれ合いとかでやっぱ喧嘩もしてたけど、今になってやっぱ喧嘩ってもう全くしないから、当たり前やけどやっぱり結構仲いいんで、いろんなことを相談したりとか思ったことも言うし、やっぱ帰った時に家族集まったら結構やっぱ楽しいっていうのが自分たち兄弟のいいとこなんじゃないかなと思いますね。イタリアのおすすめの場所、ベネツィアです。ベネツィアめちゃめちゃ綺麗。もうね、ディズニーシーがモデルにしてるぐらいらしいですよ。ベネツィアの風景というか、建物であったりとか。もう行った瞬間、ディズニーランドっぽいなと思って。やっぱりディズニーシーが真似してたらしい。好きな色は何ですか？ピンクです。1日どのぐらいバレエやってますか？どこに所属してたりとかによるけど、基本午前中午後ある時は午前中ウェイトして、でちょっとボール触って午後ボール練習みたいな。半日の時は午後からボール練習を2、3時間ぐらいかな。で試合があるっていうのでね、試合があるからあんまりがっつりやるっていうのも無理かもしれない。ズバリ元カノは何人ですか？1人です。初恋はいつですか？初恋なんかいつやろ？覚えてへん。いつ恋したんやろ？でもね、自分保育園がめちゃめちゃモテ期のピークやった気がする。保育園のクラスの女子からバレンタインもらったっていうのが自慢。そこで自分のモテ期は終わりました。好きな YouTuber 誰ですか？これめっちゃ答えたい。好きな YouTuber は本当に一つは湘南男3兄弟。もうめちゃめちゃ可愛くて、もうね練習後の癒しとかで見させてもらってて、日本帰ったらね会いたいなと思ってるんですけど、湘南男さんで、もう一つはガードマン、レイクレ、スカイピースで、最近ちょっと平成フラミンゴを見出して、あとはゆうりチャンネル。もうやっぱゆうりさんの歌好きなんで、ゆうりさんの曲をめちゃめちゃ聴くという。結構ね、やっぱその辺はもう、その辺の YouTuber さんめっちゃメジャーやから、見てるんやけど、自分結構こっから上がってきそうやなとかいう YouTuber を結構見出すから、レイクレさんとかも多分ね、10万人ぐらいの時から見出してるんですよ、自分。僕絶対おもろいと思って、鳥羽師匠さんが遅刻してきてめちゃめちゃ怒られるとか、そういうのを見ててめちゃめちゃ好きで。あとカジサックさん。そう、カジサックも大好き。家族のね、感じ、はるちゃんがまた大きくなってきてとかね、面白みがありますよね。はい、ラン君はスタバ何が好きですか？自分はね、もうね、一つ、いとこのアンリから教えてもらったんですけど、カスタムの、スターバックスラテに氷少なめにして、ミルク追加、キャラメルシロップも時々追加する。それはその時の好みというか気分。座右の銘は何ですか？もうこれはね、ずっと言ってるんですけど、プリズムブレイクを見てからもう勇気と信念が世界を変えるっていう。やっぱりね、その勇気出すのにも時間かかるし、なかなか本当にこれ効果あるのかなとかいろいろあるじゃないですか。やっぱ今体が硬い人とかでもストレッチをしてて、本当にこれやらなくてなんのとか、結果が分からへんけど、やっぱそれを信じてやることが全部結果につながっていくなっていうのとか、やっぱ勇気出してやらんと何も自分のためにならへん、結果が出てこへんっていうのは、悪いにしてもいいにしても結果が出てこないっていうところにもうフィットしまくって、自分の中でもう俺この言葉やと思って、生きていくにこの言葉必要やなと思って、もう今の座右の銘も多分一生変わらんと思うけど、もう勇気と信念が世界を変える。好きなラーメンは何味ですか？ちょっと最近ラーメン食ってんからさ、何味が好きかわからんねんけど、基本豚骨系、油がすごいやつと結構好き。こってこてのやつか。昨年バレーボール界結婚ラッシュでしたが、結婚願望はありますか？結婚願望はね、それはもちろんね、そういう曲は結婚したいなっていうのはありますけど、まだですね、全然。で、バレーボール結婚ラッシュでおめでとうございます。先輩方、お幸せにということで。生きたいのは過去、未来どっちですか？もうこのままでいいです。もう過去も未来も行きたくない、このままでいいです。こっからもう未来に進んでいく、それだけで十分です。好きな女性のタイプは何ですか？好きな女性のタイプ、大人系な感じも好きやけど、でも好きになった人がタイプっていう言い方が一番そう自分の中でしっくりくるんやけど、やっぱり髪の毛はちょっとねロングがいいなっていうのはあります。ロング系が良かったりとか、あとは会話のテンポとか面白さが合う人がいいですよね。趣味とか映画とか音楽とかでもそういう趣味が合う人が結構自分の中で喋りやすいかったりとかもあるんでね、そういう人ですかね。好きなアニメはもう一番ワンピースがもう大好きで、2つ目がマイヒーローアカデミア、僕のヒーローアカデミアとハイキューを見てるか。ハイキュー結構見てるんですよ、自分。いろんな完結したやつとか見てて、全部言い切れへんか分からんけど、約束のネバーランド面白かった。あと呪術廻戦、進撃の巨人も終わるね、ネットフリックスでやってるから。
とね、何読んだかなあと、体探しってやつ知ってます？ホラー系の漫画。これ高校の時に読んで、めちゃめちゃ面白くて、もう一回見返してるんですけど、面白いですね、やっぱり。ホラー系一人で読んだらちょっと怖いんですけどね。恋愛系多いな。女性とお付き合いするなら相手は同い年、年下、年上、いや、全く気にしないですね。でもなんか、めっちゃ離れすぎんのは嫌かなって思うけど、全然年上でも、年下でも、3つ4つとか、全然、そんなの全然気にしいいかなと思って。まあ、同い年とかね、結構やっぱりいいなと思うんですけど、でも全然そんな気にしないですね。身長188ぐらい。かっこいい人と高校別れます。高橋選手もイタリアにいるし、生きる活力は湧きません。大丈夫です。さらにかっこいい人と出会います。ラン君大好きです。ありがとうございます。クズな男の特徴を教えてほしいです。ちょっと言葉悪くないけど、クズな男の特徴を教えてほしいということで、そんなもう浮気する男クズです。はい。それだけです。それ以外ないでしょ。何しても、それは全然、それ以外は別に何でもいいと思うけど、そういうことする男に関わらずね、浮気された方の方がしんどくない？なんでか。浮気した人はさ、次がいるけどさ、浮気された人はさ、もう終わりやないんで。そこを考えよう。いや、やったらあかんって。考えようとかじゃなくて、当たり前や。日本帰ってきたら一番したいことは何ですか？バーベキュー。好きなブランドはね、そんなになんかこれが好きっていうのはないかもしれないけど、やっぱノースフェイスは好きやし、あとニューエラ。ニューエラさんね、いろいろ服とかちょっと提供してもらったりするんですけど、ニューエラさんやっぱかっこよくて大好きで、あと帽子ね、ニューエラさんの。私もプリズンブレイク大好きです。マイケルとリンカーン、そのマイケルっていう、さっき言った主人公とリンカーンっていうね、兄弟がいるんですよね。義兄弟なんですけど、兄弟がいて、兄弟になるならどっちですか？私はマイケルの頭脳になりたいですね。ジャンプ力をつけるためにやっていた練習はありますか？これをやってたっていうのはないけど、常にやっぱり自分もそこまで身長が高いわけじゃなかったから、普通ぐらいやったから飛ばないとっていうのがあったし、ずっと飛べっていう意識はめっちゃしてたかな。やっぱ結構意識で変わることもあるから、あとは飛ぶってしても体がうまく使えないと飛べへんかったりもするから、飛んでる人の飛び方であったりとか、ステップのタイミングであったりとか、そういうところを見て真似するのが一番なのかなと思う。やっぱり体の使い方っていうのはすごい大事かなって思う。なぜ大塚達典さんと仲良くなれると思いますか？年も近いし、関西人だからです。ラン類の面白いエピソードを教えてください。去年かな、久しぶりに年末家族で集まれて、ね、家族で天橋立京都で綺麗なとこあるんですけど、ちょっとね、橋の北の方なんですけど、天橋立に行って、天橋立こう股の間から覗いたらなんか竜に見えるとかそのやってきたんですけど、なんかハートの輪に石をこう入れて、それが入ればなんか恋愛にみたいなつながっていくみたいな、なんかそういうやつやったんですよね。で、おとんが投げたんが早すぎて、輪っかの縁のところにパーンって当たって弾け飛んだんですよ。逆に縁起悪いってとか言って、でなんか音ホイットホイットとか言ってるから、入ったんかみたいな。おとんのは中途半端で終わって、おかんは入ったんですよ、綺麗にこう横のスローで入って、でうわすごいすごいって自分がやったら自分猛スピードで入ってよっしゃーってなっててでその後ルイが投げたんですよね。でルイが投げたらもう綺麗にこう外れていってなんかそれがねちょっとね身内ネタみたいなんですけど、ちょっと面白かって、これめちゃめちゃ笑いましたね。でもその後妹も投げたんですけど、妹なんか真下に落ちていってももうね何してんねんっていう話ですけど、それちょっと面白いエピソードがありました。